ピクランドダジョンです。今回はナビ VS アーリーアタックスということでね、アーリーアタックス戦ですね、早くも。さあ、そしてね、ナビの方がね、P カストロが加わりまして、新しいロースターになって非常に強くなったというか、世界大会 MVP だった男がね、チームに加わりつつ、アーリーアタックスの方もね、知ってる方はいるかもしれませんが、Twitter とかでもね、公表されて、一気にメンバーがね、日本人2人になって、ヒロヤさんとヤッターさん以外全員変わるっていうところでね、こっちも相当メンバー調整入ってますからね。リゴとかがね、加わってというところで新メンバーなってのはアリーアタックスとの対戦です。これもまた面白いところ見れると思うんでね、早速やっていきましょう。さあ先行 EA。おー。ヤッターさん、スーパーボーラー。今の環境でスーパーボーラー、どうなんだろう。ヤッターくんは結構やってるみたいなんですが。あはははは。しっかりね。この辺チェックちゃんとやるのはさすがですね。一体だけヒーラー出して、ブオンって思ってしっかり確認するのはさすがですね。あれあったらね、やらない方がやばいんだけど、むしろ。ああいうの大事だね。で、白液表のターゲットをババアチャでターゲット吸うような形で取ってます。で、イエティも使いつつ、かなりオーソドックスというか、ヤッタースタイルの両サイドをデヒートシューターで挟み込んで、昔からこの形よくやってますよね。クロスまで折れたらスタートかな。で、見習いウォーデンを多分本体に使っていくってことは、ヒーリングトームとかなのかな、じゃあ。クイーン使って戻していって、結構ヒーリングトームが採用されてそうな感じはするんだけど、フリーズ使いつつ、中心部奥でもう一度アイゴレがフリーズを作ってくれます。ヒーリングトームですね。ここは回復量も上げていって、ヒーラーに対してもヒーリングトームが入ることで、これ結構回復できてますね。ダメージ受けたヒーラーも回復してます。で、キングの方が一気にここはフィストを使ってタウンホールを突破。ナイス。で、ダイク5連チャンのところ、クイーンで打ちつつ、真ん中はインビジブル使ってスーパーボーラー延命して、ヒーラーを奥の方まで。で、ダイク小屋残ったところからロイヤルチャンピオンスタート。スピリットフォックスですね。クイーン 2A は、対地クロスをバレないようにしれっと打ちつつ、こうなるともう防衛説強いの残ってないですね。アーチャータワーとか、白液砲とか。スーパーボーラーもこれ全部残ってるかな、3体。強っ。見習いウォーデンも強いっすね。15か。15の時結構見習いウォーデン出て、スペック自体はめっちゃ強いよねっていう感じだったけど、そんなに使う必要なかったじゃないですか。ウォーデンがね、ヒーローギアで色々選べるようになって、見習いウォーデンの価値上がってますね。最強のね、世界最強の一番手、P カストロ。いや、P カスの加入バカでかいよな。ナンバーワンでほんと、世界ナンバーワン一番手が。一番手で使えるのマジで強い。これは普通のラバルかな。ウィザードスンゴブ使ってサイドカット行いつつ、ここはキングを使っていって、オールブレーカーは、来ましたね。で、クイーンはクイーンでタウン前の方を誘導するイメージなのかな。アイゴレストライカーでキング処理を行いつつ、キングの方はキングで、真ん中にロイヤルチャンピオン。スケルトンの呪文も使いつつ、インビジブル使ってキングの方で、長弾大砲とかロイヤルチャンピオンとかその辺のケアを行ってますね。で、スケルトンの呪文を置くことで、対地クロスとかその辺のターゲットをロイちゃんキングに当たらないようにしつつ、援軍に関しては、これ細かいので援軍処理簡単でよかったですね。ラバとかだとちょっとめんどくさいところだったんだけど、タウンホールを撃てるようなところなので、クイーンはタウンホール撃つことができつつ、ヒーラーとかも出てましたが、惜しい。イーグルまではロイちゃん伸びませんでしたが、だいぶいい削りができてますね。で、ボマーをここから採用していきます。マルチアーチャータワーを突破すると、奥にマルチアー
IT がね、3本ね、残ってますね。マルチインフェルノの方が。で、6時の方からまばらにバルーン出しつつ、トームにかかったバルーンとゴールしていく。バルーンじゃない、ラバーハンド。マルチ3連残ってるの結構しんどいけど、ここまでフリーズ3発残してますね。ダブルフリーズでもいいレベルだと思うけど、これ。うん、打っていって。あ、ボマーがまだ残ってるんですね。ボマー強いな、これは。で、手元にフリーズ、ヘイストが一発ずつ残ってるので、対空砲をケアするように、ここはヘイストを使いつつ、マルチ IT は、フリーズを使って完封ドラゴンライダーがボマーから出てきて GG ですね。強。まあ、やっぱり強いっすね。ピーカス。止まんねえな。日本人じゃないところ世界で誰が一番チームに欲しいってなったらやっぱイーカストロ欲しいよね。早い番手で攻めれるっていうのはほんと貴重だし。さあ対戦相手 EA の方がモハメド・マラウイという人がね、新規で入ってますね。クイヒラバルです。クイラバもタウンホール15の方から結構数減ってたんでって感じなんだけど、結構今回の EA の新規メンバーがクイラバやる人が結構多い印象なんだよね。リゴとかもそうだし。まずは突撃艦でマルチ IT を降りつつ、いい打ち順してくれたね。キングを外からポンポン打ってるんですけど、クイーンの立ち位置は変わらず。ポイズンを打ちたいけど、そうですね。かなりいい打ち順をしてくれている。ここもレイジなしでね、乗り切ることができるので、ホーミングチェック一発入れたいかなぐらいだけどどうでしょう。オールブレーカーは3時に入れて、キングのためのルートがもうできています。で、タンク比真ん中持っていくようなイメージですね。いいストライカー。さらにここで、ホーミングチェック。絶対あるもんな、そこ。で、残った援軍がここからまばらに飛んできますが、スーパーガーゴイルとかもね、事前に解除ができているので、簡単に処理ができますね。レイジフリーズ。遅い。ポイズンタワー受けたくなかったっすね。ポイズンタワーでも弱体化してるからなんか、そんなだな。いいホーミングチェック。さあ、モノリスのところまで、ホーミングチェック通りつつ、レイジ、インビジブル。なかなかラバルパッドはスタートしませんが、下からのスタート。ロイヤルチャンピオンが9時にいるのと、エアスイーパーが2本ともね、上側を向いているので、下からのラバルパートスタートですね。で、一気にここはトームをかけつつ、スタートしていきます。レイジまで置きつつ。オーデンはこれはラバル系の編成なので、普通にね、HP の上がるものを、ライフオーラを入れてますね。ラバル系だとなんかレイジジェムとかヒーリングトームとかよりはこういう普通の今まで通りのライフオーラって全然強そうですよね。で、このバルーンは多分レイジタワーの解除を狙ったものじゃないかなと思うんですけど、ここでレイジタワーの空打ちを狙ったような感じだったと思うんですけど、絶妙なタイミングになっちゃいましたね。どうだ、ギリギリですが、クイーンの方がマルチ IT まで貫通して、外周部施設監修完了と、ナイス展開。さあ、ガク。今のでいけるんだ。ウィヒーライダー。ライダーも新レベル来てるからね。強そうだよね。大森ライダー、イーグル狙いかな最初。12時使ってますね。こういう1マス誘導の3時入れの戻していくクイヒーのやり方好きよね。インビジブルまで使って火力が上がったからね。対地クロスが2本あって、エイジタワーがこっから乗るからね。オルブレーカー出すと移動もされちゃうんで。
イーグル狙ってるライダーなんだけど、これは対空砲から撃たれてイーグル砲残っちゃった。これどうする？さあ、ウォールブレーカー1枚目、2枚目と。長弾大砲が、ウォールブレーカー失敗です。さあ、ライダー3時から一気に突撃艦バルーンとなかなか面白い出し方していきましたね。で、1体だけ手元に残してますね。配置クロス打ちつつ、これはイーグルの方にクイーンがなんかむしろ行ってくれるので、タウンホールはなんとかこれ突撃艦が届いたので、突撃艦でケアをしていきたいんですけど、援軍に釣られて釣れている。まあなんとか EAT で落とせるはちょっと怖い感じになりましたね。あとはキングロイちゃんが残ってるんですが、下から、だいぶアドリブ効いたアタックになってそうですね、これは。さあ、バーバリアンか。なるほど。ここはガントレットではなく、モノリスもあるので、ターゲットをブラしたいような用途でのバーバリアン採用かな、これは。で、ロイヤルチャンピオンがモノリスの方まで刺さりつつ、スピリットフォックス強い。スピリットフォックスマジ強い。ロイヤルチャンピオンブーメランで、結構苦しいスタートに見えたんですけど、これも全開持っていきましたね。強っ。ガーサス。さあ、勝手にアクエリアスって呼んでる人、アクエリアス OP。アキレスらしいですね。バルーンを使って大砲削ってシューターセット。この人もクイラバ多い人ですよね。EA がクイラバ軍団になりましたね。まあ、ヤッター君とか、ヒロヤさんがクイラバやらないんで、バランス的にはどうなんでしょう。いいのかもしれないね。6時にグイヒ誘導しつつ、シューター9時セット。テスラチェックホグ投げたのかな。でも1枚使ってる。いいルートですね。ただ援軍がちょろっと出て、いい打ち順だな、これは。めっちゃ美味しい、その打ち順。ウォールブレーカーつけますか、ここは。いいウォールブレーカー、それは。もう1枚のウォールブレーカーで増えて、ここはポイズン使ってロケバル緩めますが。投石だけになってるので。全然、一度に3発の攻撃が入ったので、レイジも置いてなかったので一気に落ちましたね、ダメージ。かなりこれは、怪しくなったところ、インビジブルで守りつつ、3時期が流れそう。せっかく内側入れかけたんだ。内側入ったら確かにめっちゃいいルートだったな。ただもう1枚オールブレーカーあるんでね、これは投げれるかな。大砲、長弾大砲のところにつかないかな、これ角度変えたら。投げないんか。キングのためのルートを作ってきましたね。ただバルパートスタート。ロイヤルチャンピオン角度変えながら。これどうなんだろうな。そんなにいいルートには見えないけど。クイーンの方は、レイジ置きつつ、クロークも割いちゃってるんでね。さあ、ここで壁を殴っていきます。ストライカーまでつつ、ヘイストトーム。いや、渋そうに見えるけどな、これ。さあ、クイーンで真ん中マルチ降りつつ、ロイヤルチャンピオンまで貫通。ロイヤルチャンピオンが真ん中でモノリス打ってる時に呪文なくなってるんだけど、フォックスが隠してくれている。タウンホールの方もシューターから出てきたイエティプラスロイヤルチャンピオンでケアが出てきて、クイーンの方は落ちたんだけど、これはヒーラーがスライドどうだ？キングがまだフィストを残していた。いやー、だいぶ渋そうだったけど、プラン的にはなんかそんなに、どうなんだろう。ガバレパート相当渋いけどな、これ。なるほどね。真ん中貫通か。なるほど。さあ、カズマくん。レイジジェムかなこれは。61天才のエレクトロタイタン編成。バリューでかそうなのは6時だけど、全然違うわ、これ。上か。ロイちゃん巻き込んで打つのかなじゃあ。レイジジェムですね。ジャイアントにヒーラーついてることで、これは、ヒーラーがこれ、レイジー状態になってるからね。
あ、モノリスなんだ、ウノ。あ、クエイクをまだ投げてないのか。タイチクロスまで、そしたらシューターのために折ってあげるって意味合いかな。うん。レイジジェムでヒーラーがレイジ化したことでね、ジャイアントがマジで強かったね、ジャイヒー。昔こういうやり方あったよね。ゴレヒーとかでダウンホール9の時とかもそうだったし。さあ、ターゲットブラしつつ、いいですね。大砲を削ることでルートをしっかり取っていくと。インドを流していきます。いいアイゴレレイジを置きつつ、一気のトームをかけていく。援軍はアイスゴーレム。細かいところですが、これはエレクトロタイタンもね、細かいユニットに対して強いので、勝手に援軍処理ができてますね。で、バーバリアンで対空砲とか外周部6時の方削ってます。スーパーバーバリアン。ファンホールを打てないんですけど、クイーン内が入るかな？入んなそうだね。フリーズかけて、これはどういうケアをするんだ？ロイヤルチャンピオンか？一応ジャンプ持ってきてるんですね、これ。ぐるぐる流して最後ジャンプ誘導なのかな？キング強っ。ロイヤルチャンピオン9時から展開。この状況で9時からロイちゃん出すの相当強気よね。タウンホール残ってるんですけど、9時から採用していきました。強気の、そしてジャンプ。ジャンプいらないまであったな、このプラン。ロイちゃんがこれは、タウンホールの方にもブーメランが入って落とすことができて、気づけば余裕の全開と、ジャンプいらんかったね。ちょっと怖い感じでしたけど、しっかり取り切りました。ヒロヤさん。ウルトライダーとスーパーバーバリアン編成の、スーパーウィザードかなこれ。お、巨爆。小爆もある。だいぶこれは、クローンを使ってったんですけど、しっかりトラップ置いてましたね。巨爆小爆。これはしんどい。これは、トラップに引っかかってしまいました。罠がなければね、かなり強い削りができそうだったんだけど。クローンで生み出されたやつがしっかり、どこにね、出るかコントロールできないんでね。ちょっとこれはしんどいっすね。絶望的なスタート。タウンホールプラスクロスモノリス。この区画を削ることができれば相当強かったって感じか。レイジジェム付きのルートライダーが3時から発進してます。さあ、クイーンの方はフリーズ使って黒く保っていくんですが、投石の攻撃が入って、これはタウンホールも打てなそうかな？穴も開いてるので、これはタウンホールの方には向かわないですね。さあ、ここでトームを打っていきます。ジャイアントをタウンホールの方に向けて入れて、ロイちゃんももう展開しちゃってるもんね。スーパーバーバリアンを流し込んでいくしかないんですけど、まずは、リクスケとかのチェックで今、投げた感じだと思うんですけど、12時削りに行ってますね。タウンホールに向けてレイジバーバリアン差し込む形にはなると思うんだけど、ロイちゃんも溶けちゃってるし。これは諦めましたね、タウンホール。4対11、全開をまだ目指してるのか、これ。星に狙いに行けばレイジも残ってるし、取れたんじゃないかな。これレイジ残ってんの気づいてなかったのかな。いや、これレイジ残ってんの気づいてなさそう。星1です。これ気づいてなさそうっすね、レイジ。最後までつかなかったので。61天才のラバル星3。天才ラバル。天才もね、
落とせる範囲が15の頃より圧倒的に増えたので、天才ラバルも非常に強いですね。いい天才。マルチアーチャーター対1クロス、マルチア 1T。さあもういろんなものをぶち込んでます。モノリスがめっちゃ怒ってる。ここはもう一度フリーズかけていきつつ、はい、ダメ実演。リクスケを一瞬で処理ができる。いいフリーズですね。さあ、キングもくるくる回りつつ、早くもラバルパートスタート。防衛の背後れも強い。クイーンは黒く打ちたいんだけど、黒く押せなかったですね。多分もうラバルパートに目を切ってて、黒くはオートで任せようって形だったと思うんですけど、出なかったですね。タウンホールはレイジで落としていく。こういう回廊配置は結構、レイジ外れてるぞ、それ。なんとか、エアスイプッシュでレイジが外れる方向にイエティが流れてしまったんですが、そのおかげで反対サイドの投石機が折れていく。だいぶカオスなラバルパートになってますね。あとはクイーンの勝利ができてないんですけど、スケルトンの呪文を置いてることで、ロイヤルチャンピオンがまた延命されてますね。あとはごちゃごちゃした数で押し切っていくだけ。ロイヤルチャンピオンブーメラン打って、ラバルパートで処理を行っていっての GG。3のラバルはちょっと特殊だからな。普通の人がやると事故るからね。さあ、圧倒的展開ですね。おお、すげえ。15体ドラゴン。バルーンいないんだけど。縛りプレイでもしてんの？以後、61天才のドラゴン編成なんですけど。何これ？バルーンゼロのメリットあんのかな？なんか面白いな。スニゴブをまずは3体使っていって、もうシンプルなやつか。エアスイ2本折りプラスのモノリスのところ中心部削っていきます。一気のトームをかけていくと。タウンホールにはレイジー。援軍かかってもいいとこなんでイエティですね、ここは。クランジョがかかってないんで、トルネードがない限りは。出ちゃったね。バルーンよりもこうしてドラゴンでゴリ押していく方が強いという判断ですね、これは。すごい量の。なんかゴブリンかなんかに釣られてドラゴンがなんかスルスルスルって動いてたね。キングはフィストを使って、これバーバリアンですね。数で押していきたいような三軸角なので、バーバリアン採用。結構ドラゴン減ってきた感じですね。チカチカするよね、このレイジジェムって。フェニオーデンフェニックスの時のライフオーラは乗らないんだ、レイジジェムって。一回死んだ後のウォーデンのライフオーラは何も乗らないんですね。ライフオーラも乗ってないのかな、じゃあ。どうなんだろう。今まで乗ってなかったのかな、あれってもしかして。乗ってるもんだと思ってたんだけど。ロイヤルチャンピオン、ブーメラン、そして、またドラゴン1体手元にあったの？すごいな。なんか追加のドラゴンまだ、なんか出てきたんだけど。これドラゴンじゃなくていいでしょ、絶対。なんかアイゴレとかでやった方が強くない？それ。縛りプレイでしょ、これ完全に。ただ、クロークがまだありますね。クロークがあるので、ここでクローク使って、壁破り。マルチアーチャーターがこのアーチャー処理、早いので、だいぶクイーンが剥き出しになっていきますが、どうでしょう。ユニコーンはまだ残ってるんで、回復量がここは上回って突破することができました。すげえ。このプラン組んでも、さすがにドラゴン15体にしようっていう発想にならんけどな。大砲どうだ？落としきれるワンチャン。これは時間の方が足りないかな？大砲落としてくれましたね、クイーンを。
さあ、これは間に合わないですね。惜しいな。98%。縛りプレイでしょ、今の。さあ、ラストアタック、クラウス。2戦連続のパーフェクトゲームになるかというような感じですね。ナビの。今の攻撃環境だとやっぱ圧倒的に強いですね。さあ、オールブレーカー投げてシューターのためのチェックを行いつつ、バーバリアンでターゲット取って迫撃砲をかわしていきます。さあ、ストライカー投げ込んでうまいな。これ防衛施設のターゲットが絶妙なのを利用して迫撃砲とロイヤルチャンピオンの方を綺麗にかわしたので、シューターぶっ刺さりですね。これはこの辺の細かいね突破の仕方がうまいよね。で、真ん中スケルトンインビジブルでマルチ IT とクランジを狙ってるんですけど、大丈夫。さあ、12時見習いウォーデンついたキング来ます。さあ、金庫の方をスミゴブカット。ここはバルーンが来たんですけど、もうドラゴンライターでマルチ IT まで狙う感じかな。おお、ラバルパートスタート。マジか。マルチ IT はドラゴンライダーでケアしつつ、キングにもかかるように弔ってきましたね。うまい。これでキングにストライカー合わせて、キングでキングに勝たせて、クイーンは6時か。6時にキング出しても、じゃあクイーン出してましたね。だいぶ特殊なラバルだな、これも。で、フィストで一気にタウンホールを落としつつ、ラバルとキングを合流させてっていうプランですね。で、クイーンの方はクロークそろそろ打たない死ぬので、クローク打って、モノリスの方へで、流れて、隣からロイヤルチャンピオン。だいぶこれも特殊ですね。すごいな。で、シューターから出てきたドラゴンライダーが9時区画も突破してくれて、あとバルーンが大量に残っている。圧倒的全開だけど、こんなの対策できないね。すご。うんま。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーメランフィニッシュ。圧倒的すぎる。はい、というわけで終わりまして、15対12で圧倒的すぎましたね。みんなうまいね。最後のアタックやばいだろ。すごいスーサイドでしたね。P カストロがね、メンバーに加わって、圧倒的になんか安定感が増した感じもありますし、アーリーアタックスの方もね、新メンバーが3人も入って、外人がね、3人入って、今までのね、日本人主体のメンバー構成から変わったってところでね、アーリーアタックスの方も今後楽しみですね。はい。というわけで今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、チャンネル登録お願いします。さら